今回からは六甲山麓を歩いていきます。日本を代表する花崗岩、御影石。その名はこの土地から名前がついております。ここが乾亭かな。見て、すごい。玉石の石垣。擁壁部分に居住スペースがあって、多分賃貸アパートだと思うんですけど、その上に建物が建ってて、なおかつすごい階段がこれ伸びてると。ほら、めっちゃ急だぞ。下向いたらね、足がすくむ。浜坂の住宅地を歩く関西編。今回は六甲山地の南麓西部になります。阪急神戸線御影駅近くの神戸市観音林地区から住吉山手、東へ進んで岡本地区、そして芦屋市山手町の松風山荘を歩きます。おはようございます。マンボウです。浜坂の住宅地を歩く関西編。今回からは六甲山麓を歩いていきます。1年前か、六甲山麓の六麓荘であるとかクラクソを歩きましたけれども、今日は、一番最初に開発された観音林地区から歩いていきます。美しい石塀が続きますね。今阪急の御影駅で降りました。六甲山麓で採れる、日本を代表する花崗岩、御影石。その名はこの土地から名前がついております。朝日新聞社の創始者である村山隆平、この方が集めた美術品が展示されている公設美術館。この敷地全体がかつての大屋敷のままになっていまして、建物もね、重要文化財残っております。六甲山から流れてくる住吉川。この住吉川のですね、主に右岸西側、ここに明治以降のですね、大富豪たちが構えた大きな屋敷が並んでいました。今回のテーマはですね、浜坂の住宅地歩くってことですから、この川沿いの住宅地はテーマではないんですが、この高級住宅地、関西の高級住宅地の走りなんですけれども、これができて、これ伝いにですね、登っていった山の上にさらに住宅地が開発されていったということです。この山の上の住宅地っていうのはその後、戦後でしょうね。戦後にさらに開発された住宅地になると思います。この正面の大きな石垣を積んだでっかい敷地、今はねマンションになってますけれども、ここが住友の本邸があった場所です。こ
こから観音林地区ですね。右手の敷地なんかはかなり、再分割されてますが、石垣はところどころに残ってますね。やっぱりこの御影石のね、石垣とか石塀が共通して見られるっていうのはいいですよね。品格を高めていると言いますか、他の町とは違うとアイデンティティになってます。おお、ここが乾亭かな。面白い河原ですね、これね。ちょっと見たことねえな、これの。これは敷地もでかいが石もでかい。そしてこの背後の山の上に天坂の住宅地があります。登っていきましょう。みんな大回りしてきますね。天坂の住宅地としてはここから始まりますね。これ大きな段差がありまして、100メートルから多分200メートルぐらいまで上がってんじゃないかな。関西のね、天坂の住宅地っていうのは自動車で登っていくのも大前提で作られてますからね。道もここに広いし、ここ整ってますよね。階段しかないような一角ってあんまりないような気がする。ここにすごい階段があるけど、上の道路につながってるだけですからね。登ったと思ったらまだまだ上に伸びてます。あの辺りは渦森台という住宅地。見て、すごい。ちょうどね、この場所が標高でいうと200メートルです。まだまだ伸びてる。多分300メートルかな、一番高いところは。これはね、高低差だけで言ったら長崎級ですね。長崎250メートルまでありましたから。よいしょ。よいしょ。やっぱりありますね、こういうとこはね。よいしょ。こうだ。こうだ。こっち行くと、あの辺の擁壁は高いな。これ一回降りなきゃダメかな。まあね、好き好んでね、階段とか歩いてますからね。階段の量はそんな多くないですよ。結構な斜度ですよ。ここに門がある。はい、山の上の幹線道路に出ました。ね、こう山の上の幹線道路に出ると、何事もなかったような気持ちになりますね。平和な気持ちになります。下界ははるか下です。阪急岡本駅の北側、
大正10年に開発が始まったと言われる岡本地区を歩きます。屋敷構えとして共通しているのは、この石垣とその上の生垣。生垣がね、綺麗に刈り込んであって、丸く刈り込んであってね、石垣より出っ張ってるっていう形ね。どこ行ってもこうなってますね。この家古いね。ここも感じいいですね。ここ揃ってますね。この東西の道の北側の街区、こっちが正面玄関。天坂の住宅地はここから上です。どうなんですかね、こういう高いところに住むっていうのは。眺望がいい。手だけじゃないよね。やっぱり66層のイメージがあるんじゃないですかね。66層の高級住宅街の。だから高いところに住むってのはそういうイメージがあるんじゃないでしょうか。玉石の石垣。あれ、行き止まりかな。あら、行けるかな。ここの建物ね、擁壁部分に部屋がありますよ。こっちから歩いて登ってこれるんですけど、そうするとまずこの家、擁壁部分に居住スペースがあって、多分これ賃貸アパートだと思うんですけど、その上に建物が建ってて、なおかつすごい階段がこれ伸びてると。ほら、これいけんのかな。怖い怖い。うわ、すげえ。すごいよ。めっちゃ急だぞ。下向いたらね、足がすくむ。怖い。これ呉両城の200段階段に近い勾配だよ、これ。はあ。おお、この横のマンションもすごいことになってる、これ。1階建て1、2、3、4階建てで、4階に入り口があって、なおかつ入り口も上から階段で下ってるという。恐ろしいな。これはすごいわ。
でもね、上にまだね、伸びてんだよ、住宅地が。なんでそこまでして上に住むの？あそこにも家建ってるもんな。すげえ擁壁だな。いや、ちょっと戻ろう。いいでしょ、ここまで来れば。岡本6丁目おばんち。砂防ダムのすぐ脇に住宅地がある。これもやっぱり戦後の開発ですよね、ある程度。乱開発とは言わないまでもね。だから、これね、大雨になるとね、すごい土砂がね、流れてくるんですよ。谷沿いは危ないよね。今までに何回も災害がありました。今まで何度もね、災害がありました。ほら、これ書いてあるわ。これね、慰霊碑があるじゃないですか。昭和42年の7月9日の夜に集中豪雨があって、この天井川の上流で住民の救出、誘導中に突如、造成地の崩落があって、その濁流に飲み込まれてお亡くなりになった自治消防の方々がいると。場所は変わりまして芦屋川です。岡本の山の上から到着しましてね、タクシーでここまでやってきました。前方に見えるのは山村邸、旧山村邸、淀港迎賓館、フランク・ロイド・ライト設計です。その名もライト坂っていうんですね。あそこにも洋館がある。淀港の迎賓館よりちょっと山側に行ったところ、ライト坂っていう通りがありましたよね。あの通りの東側ですね。で、この一帯が戦前に開発された住宅地。そこをね、歩いてみましょうね。どうやって行こうかな。まずこの道良さそうだから、これまず上まで行っちゃいましょうか。御影石。そこもでっかい家がある。洋館ですね。なんだこれは。蔵だね、これ。蔵ですね。これ素晴らしい眺望ですね。これ向かいの隣の家の屋根を越すんですね、眺望がね。六甲山麓西方の天坂の住宅地を歩くこの芦屋川で終わりにしたいと思います。今日当たりだったのは岡本6丁目のすごい階段でしょうね。それではまたどこかの天坂の住宅地でお会いしましょう。さよなら。